はいどうもサンチェス下田でございます。いやー、秋晴れというね、天気ですごい気持ちいい、陽気でございますが、今日はですね、千葉県に来ているんですけども、千葉県の今出屋酒店本店さんに来ております。でね、今日ね、とある動画を撮りに来てるんですけど、まず最初に皆さんに、ちょっと重大なね、告知というかご紹介でございます。なんと、私、サンチェス下田に、新弟子ができました。今からね、新弟子を呼びます。りゅうくんおいで。おいで。というわけで、新弟子のりゅうくんです。もう、この、今風の若者感が出てますけども、新弟子でいいんだよね。弟子ということでいいんだよ。YouTube 上、しょうがない。今日のね、このサンチェス T シャツっていうのをちょっとなんか、一応着ましてですね、これで、今日は撮影をしていきたいんですけども、今日の動画をね、発表します。今日の動画は、はい、食欲の秋に飲むべき熟成酒、熟成日本酒5選を、今出屋酒店のカリスマソムリエ利き酒師に選んでもらったという動画を撮りたいと思います。今出屋酒店の本店さんにはですね、日本酒を熟成する熟成庫というものが、あるわけですよ。で、そこには、なんと、超絶レアな、あんな酒やこんな酒が眠っているわけですよね。そこで発掘されるお酒をですね、ちょっとニヤニヤしながら、皆さんに、お客さんに紹介して飲んでもらうというのがすごく楽しくて、なんで今日はちょっと熟成庫に途中にしてですね、お酒を今出屋さんに選んでもらった。やっとテンション上がってきました。朝だし、朝9時集合だったし、なんか着せられてるし。早速ですけど、今出屋酒店さんのカリスマソムリエ利き酒師、ちょっと宮代さんにちょっとご登場いただこうと思います。どうも、こんにちは。カリスマ、長いね。長いですね。カリスマソムリエ、利き酒師の宮代さんでございます。宮代です。よろしくお願いします。それで簡単に自己紹介をじゃあ。はい。僕はですね、今出屋の営業をしております、宮代修二と申します。業務用の営業をやっております。よろしくお願いします。今日ね、YouTube に出てと言ったところ、髪の毛がなんか散髪いかれて、そうですね。なんかチーフ前にさしてピシャッとした格好で、むしろこのキャップかぶってこの T シャツの姿が浮いてますよね。僕が浮いてるぐらいな感じですからね。で、今すいません。日のテーマは、食欲の秋、食材美味しくなってくる秋に飲むべき熟成日本酒を5つございますよ。ちょっと宮代さんにちょっと選んでもらおうと思ってるんですけど、そもそもなんで今出屋さんで熟成酒っていうのを始めようと思ったんですか？そうですね。僕たちは作り手さんと直接お取引をさせていく中で、蔵元さんをこう回る機会が多いんですね。そういう中で、蔵元さんたちがいわゆるこう販売しきれない、でこう眠ってる秘蔵酒みたいなものがですね、なるほど。あるわけですよ。販売するステージが、なくですね。蔵元さんがなかなか売りづらいってことですね。そうですね。キノコ経過っていうですね、そこに着目してですね、僕たちは、意図してこう熟成をさせるお酒にチャレンジ、いわゆるこう熟成熟と、キノコ経過の、楽しんでいただけるようなお酒に対するチャレンジと、そういった蔵元さんで眠ってるお酒がこう販売できるチャンネルを、この今での本社なるほどですね。倉庫付き2017年に倉庫付きました。なるほど。日本酒の文化ってまだまだこう熟成したことによっての形みたいなものって、そんなにまだ一般的には認知されてないですよね。そうですね。でも熟成によってお酒がどう変わっていくのかみたいなのを今日ちょっと選んでいただくお酒の中でちょっと表現しつつ、ちょっとね、熟成の日本酒の深い世界というか、興味深い世界を今日はちょっとご紹介していただければと思います。かしこまりました。というわけで早速熟成庫に突入していきたいと思います。それではよろしくお願いします。ここが要は熟成庫ですね。そうですね。ちょっとなんか寒いんで、ちょっと上着を着て
うわ、でもちょっと、あれっすね。ここだけ見た感じでちょっとワクワクしちゃう感じだよね。だいぶいいのがちょっと。じゃあちょっと中に入っていきましょう。お寒いな。じゃあ、宮下さん、まず5種類なんで、はい。まず最初の1本から。そうですね。はい。まずですね、栃木県はさくら市の、千金。ね、2017年の、ちょうどこの倉庫を作った、年でございます。なるほど。はい。で、3年間熟成をさせております。千金。カモス。カモスという。来ましたね、いきなり。はいぶっ込んできましたね、カモス。いや、でもこれ2017年に僕は飲んだんです。お、これを寝かしてるんですね。そうですね。なるほど倉本さんの、まあ、最高峰と言われるカモスという、はははい、さくら市をね、栃木県さくら市をこう代表する、一本の、渾身の一本でございます。なるほどですね。これはなぜ熟成をさせようと。はい、当店が、そういった倉本さんの、渾身の一本をこう熟成させると。なるほど。そこにこう意義を、見出していきたいということで、なるほどですね。あ、じゃあ、倉本さんと一緒になって作ってる、そうです熟成させてると。これ、アッサンブラシですね。はい。でもこれ、だいぶ繊細な味わいだったような気がそうですね。しますね。はい。それがこの3年の時を経てそう、ですね。どう変わってるかと。そうですね。さらにこう舌触りと、うんこの体にこう染み込むようなですね、染み渡るね。はい。粘膜染み渡る系です。粘膜口の中に入れたのに、喉元通らずになくなっちゃったみたいな。そうですね。なるほど。じゃあ、まずそういったまあ領域、まあ味わいだけじゃないこう体感をですね。なるほど。体感できる。そうですね。一本となってると思います。なるほど。じゃあ、最初の1本は、千金さんの2017ヴィンテージのカモス。かもしれない。じゃあ、続いて2本目です。こちら。はい。山形県のですね、天童市にございます、水戸部酒造、山形正宗、その名も1898。なるほど。これの、なるほど。2016年。 16年、ちょっとこれ熱いっすね。はい。岡山県の赤岩地区の、岡山のはい。お待ち。お町を使った、お酒でございまして、なるほ木本仕込みという、ど。木本ですね。はい。まあ、日本酒の、まあ、古典的な作り方をこう、しております。特別純米、木本仕込みでございまして。でも、はい記憶にあるんですけど、山形正宗さんの木本って、で、缶をつけてこれめちゃめちゃうまいんですけど、それの、まあ、4年ってことですね。うわ、ちょっとこれは楽しみっすね。はい。こちらもね、この秋の、ちょうどこう、魚ですね。うんまあ、魚、それからお肉、赤身の、強い、素材にですね、なるほどしっ。かりこう適用できる。鉄分とかが入ってるような赤身の強い部分を、なんか、イメージとしてうまくコーティングしてくれるような。そうですね。なるほど。じゃあ2本目。山形正宗。山形正宗1898。木本特別純米でございます。じゃあ、続いて3問目でございます。はい、こちら。はい、京都伏見の沢屋松本、その名も ID シリーズでございます。ID566 と。はい。これは番地なんですね。蔵元がある。田んぼの、はい。へあるこれ番地でございまして、こちらの作り手の、松本秀彦さんがですね、このお米にこう着目して、さらにその番地の違いによってどう味わいがこう変化するのかというこうトライのお酒でございます。なるほど。こちら2018年のヴィンテージでございまして、ちょっとまだですね、弊社で来年リリース予定でございますんで、はい。まだちょっと解禁前の、お酒でございますが、いいんすかすげえ困ってる。いいんすかでも確かに、これね、見てほら。2021年解禁と。そうですね、来年解禁予定でございます。なるほど。はい。やっぱ3年ぐらい熟成そうですね。イメージがあったんですね。古酒っていう定義がですね、3年、1000日というふうに言われておりまして。なるほどですね。はい。通常、倉本さんも、お酒できましたって言っても、最低でも1年ぐらいは、こう寝かせて出荷しています。よく皆さん、こう、出来たてで、
開けたてが、そう、うんいい、美味しいっていう、こう、まあ日本人は新物がね、こう好確かに。き、確かに。好きなはい。文化がございますけれども、なんですけど、まあそういった新酒っていうものと、通常のこう定番で、倉本さんが、提供されてるお酒も、実は半年から1年間、なるほどですね。熟成をさせておー、なるほど出してる。じゃあ、3本目は、沢山松本、沢山 ID シリーズ。 ID シリーズ。じゃあ、続いて4本目でございます。 4本目。はい。ね、新聞紙にくるまれていて、何が入ってるかわからないと思うんですけれども、こちら愛知県の義京出ました。はいね、熟成酒といえばの。熟成酒といえば義京。ね、いやー、もう、昔から実はこの義京さんのこの新聞紙シリーズは、はい。僕も使ってるんですけど、この新聞紙に含まれたね、そうですね。謎のベールに包まれたお酒ということで、そうですね。なるほど。これがこれがですね、 19B バイ。はい、2007年に醸造されてありまして、ここの蔵に入ったのが、2016年、17年、こちらの倉庫になってなるほど。ですので、実質もう、できてから13年経過。13年ですね。はい義京さんのでも熟成酒のすごいところって、はい。ヒメ感がそんなに僕感じないんですよね。そうですね。綺麗すごく綺麗な、旨味は強いんですけど、枯れ方がすごく綺麗というか、ね、美しい熟女というか、そうですね。そんな印象があって、でも、これも、缶して飲んだらすごいうまそうですよね。いいですよね。じゃあ4本目は、この義京さんの、平成19年に作った13年前のお酒。純米原酒ですね。こちら4本目でございます。はい。じゃあ続いて5本目を、はい。ね、ちょっとチョイスしていただければと思いますけど。はい。すみません、ちょっといいですか？どうした今、4つ取ってて、 4つ取って思ったんですけど、うんまあ明らかに僕の口数が減っていると。まあな、確かに。はいからちょっとさせていただければと思うんですけど。ちょっと引いてる感じでね。ちょっと難しいな。なるほど熟成酒はまあそうだよね。でまあ、僕もまとまだ、手ぶりですし、自分、角打ちに来られる方とかですね、日本酒ビギナーの方とか結構いらっしゃるわけですね。なので、まあ、その分かりやすい、ちょっと初心者にも、まあ、僕にも分かりやすいやつを1個欲しいなっていう。なるほどですね。ちょっとはい、わがままを。じゃあちょっと、りゅうくん、でも初そうですよね心者でも分かる熟成酒というのをちょっと最後に1本、はい。ちょっとねじ込んでいただければ。いいですね。はい。で、それは最後の1本ということで、はい古酒ってね、なかなかこう、こうね、敬遠というか、入りづらい世界であります。で、そんな、りゅうくんにもぴったりな、まあ今の、こう日本酒業界引っ張るですね、秋田県荒政酒造さん。荒政さん。あ出ましたね、荒はい、政さん。荒政酒造さんですね。なるほど。なんと熟成を、はい、熟成してるご紹介はい、したいと思いまします。た。どうぞ。こちらでございます。その名もですね、荒政の、ラピス。これ、オークダル貯蔵ということですね。木の桶にですね、熟成させた、日本酒らしからぬリッチな味わいが、楽しめるお酒でございます。ヴィンテージが2015年。今から5年前のですね。 5年寝てると。そうですね。で、実はですね、荒政酒造さんの社長も、この熟成の倉庫に、関して非常に興味を持っていただきまして、で、実は、今出屋でこういった熟成倉庫を作るんですよっていう持ちかけをしたところ、実はこんな酒あるよということで、荒政酒造さんの、秘蔵酒をですね、この今出屋の弁にいただいたという希少なお酒でございます。ちょうどその思想がマッチしたんですね。そうですね。やりましたね。はじゃあ、というわけで5本目がい。。そうですね。最後の5本目が、荒政、のですね、別扱い、ラピス2015年、オークダル貯蔵。こちらおすすめでございます。というわけで、はい。ようやく、ちょっと寒い熟成庫からね、ちょっと店内、ちょっと店内の一部分をね、ちょっとお借りして、今、まとめをね、ちょっと取ろうかと思います。一応5種類で揃いまして、こちらから、はい。まず、千金の
カモス。カモスですね。はい 2017B です。 2017。はい。そして、山形正宗の1898。1898。はい、こちら2016年ですね。で、沢谷松本の ID シリーズですね。2018か。2018年ですね。はい、そして、愛知県は義教ですね。はい、こちら平成19年のしかも。これは古いですね。はい。で、そして最後、龍君のですね。ために。ために、はい、ご案内いたしました。荒政の、ラピス、2015年熟成ですね。なるほど、出揃いましたね。なんかでも、パッと見ると、はい、個人的には、やっぱこの2本はすごく楽しみかなという気もしますが、ただ、どういう変化がという意味では、このカモスもめちゃめちゃ、ちょっと飲んでみたい。はこれ、お高いですよね、そもそもね。そうですね。はい。なんで、ちょっと期待の1本かなと。はい。で、こいつは、まあ、もう、すごく馴染みの味わいがもうイメージできるんで、はもう早速何に合わせようかと。うん。ちょっとワクワクする。そうですね。でこいつはね、もう、言わずとも、こう、うまいんだろうなと。さぞかしうまいんでしょうねっていう。ね、りゅうくんね。ありがとうございます。というわけで、ちょっと5本出揃いました。というわけで、ちょっと熟成の世界をね、ちょっとこの5本から少し読み取ってみようと。いう流れで今日はちょっと動画を撮ってまいりましたが、ちょっとね、楽しみなラインナップでございます。で、熟成酒のことをいろいろ今日は教えていただいたんですが、はい、最後になりますが、宮島さんにとって日本酒の熟成酒とは？そうですね。まあ、一言で言って、これ一言じゃないパターン大丈夫ですか？一言で言ってくださいね。時のアルバム。時のアルバムと。アルバムでございますね。なるほど。はい。と言いますのもね、やはり、まあ、僕たちは、こうね、こう、年を重ねるごとにですね、過去のことは、過去のことになっていくわけでありまして、でお酒はですね、貯蔵がしっかりしていれば、10年、20年、30年と、時のこのタイムスリップできる。なるほどですね。はい。そういった不思議な魅力がありますので、そういった魅力をですね、今後も発信していけたらと思います。なるほど。はい。時のアルバムということで、時のアルバムに入ったこの5枚、5種類をね、はい、そうですね、5枚。ちょっと皆さんに飲んでいただければと思います。はい。というわけで本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。この動画を見てですね、いいなと思った方は高評価、並びにチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。